どうも皆さん、こんきき、今日もアニメレビューの時間だよ。リュウさんの子育て論を伺いたいんやけど。あまりにも唐突すぎる。結婚でもするの？せえへんわ。いや、こないだ、電車の中で走り回っとる子供おってん。ああ、たまにいるね。お母さんはそばにいたんよ。でも、別に注意もせんとスマホ見とってさ。もやもやする状況だね。でも、昨今は叱らない教育みたいなのもあるでしょ？あれってどうなん？私は叱らない教育に関しては反対だよ。もちろん叱り方にもよるけど、怒られることで子供のモラルみたいなのも培われていくと思うからさ。子供ってほんま死にに行くもんな。自分の子供の頃思い出すと怖いもん。道路に飛び出したり。ああいう叱らない教育の根本って、叱り方がわからないってのもあると、私は思うんだよ。いざ叱るってなると、ヒステリックになったり、ぶっ叩くことしかできなくて、それが、母親自身のストレスにもなるから、叱らない教育って言い訳するんじゃないかなって。なるほど。まあ、私は子供もいないから、言えた立場じゃないけどね。確かに、親の立場になってから言わんと、全くもって説得力があらへん。一瞬ごまかされたわ。そんなわけで、今日のレビューはこちら。私時々レッサーパンダだよ。あれ、時々豚のパロディなんか？この作品は、2022年にディズニープラスで配信されたピクサーによる映画作品なんだ。ディズニープラスオリジナル作品ってことですか？ここ最近のディズニー絡みの作品は劇場で上映しないことも多いんだよね。この作品も映画ではあるけど、映画館では上映されてないんだ。ディズニープラス契約せんと見れへんのか。この作品、すごく見る人を選ぶ作品なんだ。こんなタイトルの作品で？立場や価値観、性別、いろいろな条件で感想がゴロッと変わりそうな、そんなイメージすらある。内容的に普遍的な名作とは言い難い。でも、挑戦作ではある。冒頭、主人公の女の子のやや癖のあるモノローグから始まるんだ。ノリノリな感じで、彼女自身のことが語られる。なんか、最近の海外の作品って感じやな。キャラデザ的にこう、なんか素直に可愛いって感じにくい感じの、海外やからこそポリコレ意識した感じやな。その要素はすごいあるよ。ジェンダー感みたいなのもある。主人公は13歳の女の子なんだ。子供であると同時に大人になりつつある。大人のような、大人に憧れつつ、大人ぶる考えを持ちながらも、学校ではクラスメイトと好きなアイドルの話をしたり、男の子の話もしてるんだ。思春期って感じやな。この作品は、まさにそこも描いてる。思春期の少女の成長、大人になりつつある、心の成長を描いてる物語なんだ。心の二次成長期と言ってもいい。何や難しそうやな。大人になりつつある子供だからこそ、まだ、お母さんの言うことを聞くんだ。友達と遊びに行くことよりも家族の、親の言いつけが大事で、親の言う通りに彼女は暮らしてる。それが彼女にとって当たり前なんだ。まあ13歳ならそうやろ。反抗期になったらわからへんけど。いけないと分かりつつも、ダメだと分かりつつも、お母さんの言う通りにできる完璧な子であろうとしつつも、彼女は自我に目覚めつつある。自我？それは、恋だったり、異性への興味だったり、彼女には、好きなアイドルがいるんだ。でも、そんなことはお母さんには言えない。お母さんは、そんなチャラチャラしたものはダメだと怒るのは分かってる。ああ、親には言えない好きなものができ始めるときやな。私も、この頃、初めて BL ってものを知ったわ。ちょっとだけいいなと思った男の人の似顔絵を描いて妄想を膨らませたりもするんだ。それは憧れでもあり、心の成長でもある。恋やな。恋というには、まだ少し未熟なものではあるんだ。でも、そんな似顔絵を母親に見られてしまう。黒歴史や。本来なら、見て見ぬふりをしたり、咎めるなんてことはしない。だけど、彼女の母は違う。娘には完璧を求めてる。娘は、まだ自分が保護しないといけない。導いてあげないといけない子供だと思っている。どうなるん？母は暴走するんだ。娘を叱るわけでもなく、そもそも娘が悪いなんて思ってすらいない。こんな絵を描かせた相手が、娘をたぶらかしたのが悪いと。なんでそうなるん？娘は、子供で恋愛や男の子に興味なんてないと思い込んでるからなんだ。いやでも13歳やろ。おそらく、母自身の恋は13歳ではなく、もっと後だったからなんだと思う。母が、娘の心の成長を認められてない。そもそも認識すらしていない娘の思いを、成長を汲み取らずに母は暴走し、娘の描いた絵の男に抗議に行くんだ。うわぁモンペやんモンスターペアレンツやん。この作品はモンスターペアレンツや、いわゆる毒親を描いてる作品なんだ。とんでもない作品やんけ。母の暴走が、娘の心の中の獣を呼び覚ますんだ。なんやろ、バキでも始まりそうな感じやな。この作品におけるレッサーパンダはメタファー、ある種の比喩表現なんだ。今聞いてた内容でレッサーパンダが出てくる余地があらへんのやけど。主人公の家系はご先祖様がここにレッサーパンダの力を借りて一族を守った過去があるんだ。どういう過去やねん。その過去があったからこそ、代々生まれる主人公の家系の娘はある程度成長し大人になるとレッサーパンダに変身してしまう能力を身につけてしまうんだ。とんでもない能力やな。人よりも大きく、力も強いレッサーパンダ。心が平穏な時は人間の姿でいられるんだ。でも、感情が揺さぶられると、
レッサーパンダの姿になり、感情が爆発すると暴走してしまう、獣になってしまう。なるほど、これってある意味、反抗期に入ったってことなんやな。思春期の少女における心と身体の二次成長でもあるんだ。少し体臭がきつくなったり、体毛が生えたり、髪の毛の色が変わってしまったり。自然に、髪の毛の色は変わらへんけど、反抗期に入って髪の毛染める子もおるから、それも含めてのメタファーなんやな。面白い表現やな。最初は主人公は戸惑うんだ。こんな姿を誰にも見せたくない。友達にも、何より、自分を完璧な娘だと思ってる母にも。そらそうやな。でも、友達は、彼女のこの姿を受け入れてくれるんだ。レッサーパンダのも不も、不感。レッサーパンダの愛くるしい姿、匂いはあるけど、それも彼女の魅力だと。おお、ありのままの親な。一方で、母も、過去に、同じような経験をしてる。お母さんも同じ家系やから思春期にレッサーパンダになっとったんやな。でも、レッサーパンダの力は封印することができるんだ。母も、そして主人公の祖母も、彼女の家系の女は、代々、暴れ回るレッサーパンダの力を封じてきたんだ。でも、それってどうなん？心の二次成長のメタファーなんやろ？それを封じ込めるのは逆にあかんのでは？主人公自身は最初は戸惑うんだけど、友達との交流の中で、自分の心をコントロールする術を学ぶんだ。力をコントロールし、感情をコントロールした結果、レッサーパンダの姿すら許容し始めてる。だけど、母はそれを認めない。どうして？彼女の一族は、ずっとそうしてきたから、母親の母親もそうしてきた。だから、彼女はそれ以外を知らないし、それ以外を認めない。親の強制やん。エゴやろそれ。母自身がそうしてきた。だけど、同時に母親自身が母。主人公の祖母との親離れができていない。自身の母を恐れ、母と確執があり、苦い経験もある。だからこそ、自分と同じようにはなってほしくはない。母親の母親がそうしてきたから、そうすることしかできへんのやな。他に知らんのか。娘の成長と、親離れを母親自身が拒絶してるんだ。自身がそれをできていないからこそ、自身と同じように、自身ではできなかった完璧を娘に求めている。厄介やな。レッサーパンダの姿っていう比喩と、ファンタジックな誇張をしてるけど、この作品で描かれてるテーマは重いんだ。母と娘の確執、モンスターペアレンツ、毒親の問題を真に捉えて描いてる。難しい問題やな。主人公は葛藤するんだ。彼女は、家族への、母への愛がある。自分の母の過保護なところは自分が大切だからこそ愛してくれるからこその行動だとも分かってる。でも、同時に母が怖い。彼女は、母が求める完璧でいようとしたんだ。子やな。でも、レッサーパンダの力に目覚めてから、その完璧さとは程遠くなる。そのせいで、母には以前よりも監視され、学校までついてきて、彼女の行動の全てを支配しようとする。厄介すぎる親やな。逆に、支配しようとする力が強まれば強まるほど、反抗心というのは増していく。なんで、お母さんの言うことを聞かないといけないんだろう。なんで、自分の好きなことが好きなようにできないんだろう。なんで、母は、自分というものを認めてくれないんだろう。なんかかわいそうになってきたわ。そんな疑問が、母のエゴとの対立につながるんだ。なぜ、母親と同じようにならなければいけないのか。なぜ、母は母と同じようにすることを求めてくるのか。それは、母のわがままで押し付けじゃないんだろうか。主人公自身も、最初はレッサーパンダの力を封印しようとしたんだ。母がそう言ったから、祖母もそう言ったから、それが正しいはずという価値観が、彼女の中にはあった。お母さんが絶対やったんやな。でも、彼女の葛藤が、友達との日々が、母とは違う答えを選択させるんだ。このままでもいいんじゃないか、と。母と同じようにしなくてもいい。この姿を受け入れてもいい。自分の好きな友達と仲良くしてもいい。好きなアイドルのライブにだって行きたい。ええな。娘である主人公の心の成長と母からの解放の物語なんだ。レッサーパンダの姿で夜の街を駆ける。その姿は自由そのものなんだ。親の呪縛から解放されたんやな。でも、お母さんは認めない。加減認めてあげてえな。最後は、ちょっと、予想外の怪獣バトルになっちゃう。ここから怪獣バトルとはどういうことやねん。気になる方はぜひ本編で。うわぁ、めっちゃ気になるわ。アニメーションのクオリティはさすがピクサーなんだ。モンスターズインクユニバーシティの時も感じたけど、ピクサーの 3DCG による毛の表現は本当にすごい。画面を触ればそのモフモフ感を味わえそうな感覚に陥るほどのレッサーパンダの描写、美味しそうな料理の描写の数々、コミカルにコロコロと変わる表情は、よりキャラへの感情移入を強めてくれる。ピクサーはほんますごいよな。今見ても、昔の作品のクオリティに驚かされるもん。ただ、その一方で、ストーリーがやや単調なんだよね。序盤は、レッサーパンダになる展開や戸惑いっていう盛り上がりがあるんだけど、中盤は、アイドルのライブへ行くための集金活動とか淡々としてて、終盤で、一気に物語が盛り上がるんだけど、展開自体は予想できる。なるほど。描きたいテーマはすごくわかる。序盤で、それがめっちゃ伝わって、私は、思わず、面白いテーマでやるなって、つぶやいちゃったくらいなんだ。
だけど、そのテーマを描くことに夢中になってる部分が強くて、ストーリーがやや弱くなってる。描きたいテーマはこうやってのだけが伝わる感じなんか。威力的な傑作ではある。でも名作じゃない。だから、涙腺の弱い私は泣けなかった。このあたりはもう一人の主人公とも言える母親の掘り下げが少し足りなかったのもあると思うんだ。掘り下げ不足なん。母親が過去に自身の母親と何かあったのはわかるんだ。父に関して揉めたってのは語られるんだけど、具体的にどういうことがあって、どういう感じに揉めたのかってのは想像するしかない。母親が毒親になった経緯の描写が甘いんやな。あと、私がアナサー独身ってのもあると思う。どういうこと？例えば、この作品を主人公と同じ10代の人が見たらもっと主人公に共感すると思う。逆に、同じ年頃の娘を持つ親御さんなら思うところがあるかもしれない。ああ、なるほど。それで立場や価値観、性別、いろいろな条件で感想がゴロッと変わるって言っとったんやな。自分の親が毒親だったみたいな人にはトラウマをほじくられる部分もあるかもしれないし、そういう意味でも人を選ぶ部分はあるんだ。毒親な人は閲覧注意やな。まあ、これを言ってしまうと少し問題かもしれないけど、すごく女性目線で作られてるのがわかる。監督さんが女性だからってのもあるとは思うけど、それを知らずに見ても女性目線で作られてる作品だなって思うし、監督さんが女性であることは、見た後に知った時に、ああやっぱりってなったし。リュウさん、ジェンダー問題が騒がれてる昨今、その発言はあかんで。昨今のジェンダー問題とか、ポリコレ問題とかを取り込みつつ、少女の成長というものを現代的な価値観で描いてる作品なんだ。いい意味でも悪い意味でも今風な感じなんやな。もう少しひねりというか意外性が欲しかったなって感じなんだよね。こうなるだろうなってストーリー、そのまま進んでしまってる感じがある。一つだけ、意外な要素はあるんだけど、そこ以外はあんまり予想外のストーリー展開にはならなかった感じなんだ。一つだけ意外な要素とは？予想以上にでかかった。何が？気になる方は、今すぐディズニープラス。そこが、一番厄介や。ではまた次回。じゃん。